カと一緒遊んでた頃の写真だよこれ。あ、そうなんですか。うん。そっかそっか。ここさ、ブルービーチって言ってからにアメリカがよく遊びに行くビーチだわけ。アメリカのがしか入れないビーチなのね。日本人だけでは入れないわけよ。だけど私ほら、可愛い女の子ちゃんって今おばさんだけどさ、その時にこう兵隊にくっついてから遊びに行って一緒に泳いだりとかさ、泳ぎはしないけど自分はここでユンタクヒンタクおしゃべりしてなんちゃらかんちゃらとした時代の懐かしい写真ですな。これはビーチパーリー、兵隊たちが集まって従業員も呼んでからさ、沖縄のこう振る舞う時あるわけ、兵隊がよ、ごちそうを。その時に誰かにくっついていってからに食べさせてもらったんだ、確か。そういう映像だよ。あ、ほら、この兵隊がいるし、この子が兵隊の乗る、戦車か、これ戦車で遊んでるさ。それを私が気もわさわさしながらさ、心が痛みながらっていう言い方よりはが弱いな、心がさわさわさしながら写真撮ったわけ。こんなのやるのよなと思ってるからよ。この人は確か私の記憶が間違いがなければもともと自衛隊だったのが辞めて確か米軍に入った人じゃなかったかな。この人はさ、なんていうかな、すごい個性的な男でさ、どこ出身って言った？広島。広島でしょ。こいつが言ってた言葉でさ、私が強く印象に残ってるのは、こいつのね、こいつは広島出身だわけ。広島は原爆落とされたさね。だからさ、こいつが言ってたのよ。もう何名もね、死んでると。で、自分は兵隊になってから、米軍に入ってね、自衛隊だけど辞めてから、米軍に入ってからに、あいつらをやっつけてやるんだって言ってたのよ。面白いこと言うなと思ってさ。だから頑張れ頑張れって言ったような、そういうセリフかどうか忘れたけど、そんな感じの確か言ったんじゃないかな。私だったら言いそうだよ。これは結婚する前にさ、結婚しようという人たちがさ、アメリカの教会に集められてからに先輩の結婚してる沖縄の女性から話聞くわけ。要するに心構えみたいなものをさ説いてもらうのよ。でちなみにこの女の人は私のおばさんなんだけどさ、父親の妹でね、この時に私が印象に残ったのはさ、彼ら要するに婚約者なわけよ、婚約者。まあ結婚予定の人たちね、カップルね、日本人とアメリカの。この一人の人がさ、質問したわけよ、女性が。私の彼もね、戦争に行くんですかっていうわけ。このおばさんに怒ってたよ。あなた誰と一体結婚していると思ってるんですか？兵隊と結婚したんでしょって言ってからさ、と怒られてたわけ。ざまあ見ろと思ったよ。そのぐらいの程度でさ、例えばさ、アメリカ人かっこいいからとかさ、なんとかって言ってからさ、例えばビーチの近くでさデートしてる時に出会ったとかさ、そんな風なさ遊び半分の
ケース多かったからよ、当時は。今は分からんけど怒ってたよ。肉親を殺されたとかさ、なんちゃらっていう人も身内にはいたはずだからね。そういうのがあっても不思議ではないよ。だから確かそういうのがあったような気がする、この時代にさ。だからそういうの強く出ちゃったんじゃない。でもかといってさ、力ずくで取り押さえるとかそんなことはできないさ、恋愛なんだから。でも辛いはずよ、遠くに行っちゃうってことだからさ。本当にさ、知らない国に行ってね、幸せになるのかなって親は心配するわけだからさ。それにアメリカって言ったらいろんな評判もあるしさ、いい評判じゃなくて悪い評判の方が多かったはずだから、大変に親は心配したんじゃないかな。私が親だったら心配するよ。ミルクプラントのはね、ある意味で言えば特別だけどね、位置づけということ自体が。ミルクプラントって言ってさ、今はもうないんだけれど、ミルクを作る工場、アメリカから来て、でさ、アメリカのミルクを商品として売るそこの工場があったわけ。今はもう多分ないと思うよ。でも首切りもあったりしてさ、もうチリチリになりよったし。で、そこの人たちの写真をずっとさ、追いかけて撮っていた時があるよ。ここにも写ってるけどさ、この人たちはクビになったりして配置転換 されてからに、でももう再就職はできてるけど全然違う職種に確かなったんじゃなかったかな。閉鎖されてってあるからよ。そうだよ。家族写真も撮ったりしたんだよ。これも一つの歴史さ。ミルクプラントっていうのも長いことここで働いてたけど、みんなもうそれぞれ旅立って生きよったよ。ヘリがさ落ちた時のことは知ってる？その時にさ、いつもはねカメラ持つんだけれど、その時はさ展示会やってたから、そのとある美術館でさ、そしたら今回は写真撮るわけじゃないから、もうカメラ重いからもう置いとこうって言ってから置いてから出かけたの。そしたらさ、ヘリが墜落して、そして急にさそこに行こうってなったわけよ。だけどカメラを置いてきてるわけよね。でどうしたかと言ったら、もうでもだからといってさ、もうカメラ持ってないし、でもね撮らないといけないし、そしたらさちょうどさもうみんなパチ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 撮ってるわけよ。それで私の知り合いのカメラマンなんかも撮ってるわけ。そしたらさ、私一人カメラ持ってないわけ。でも撮らないといけないわけ。そしたらそこにさ、知り合いの子が通ったからさ、あんたさ、すぐそこのね、売店行ってからにね、とにかくね、フィルム全部ね、買い占めといでって言ったわけ。で、買いに行かしてからさ、それで、フィルム買ってきてもらって、そしてから写真撮ったことがあるよ。ずっと撮ってるのをまとめるっていう人だから、そんなにさそれをシリーズにしようと思うなんちゃらっていうそこまでは多分頭良くないからそこまで思ってないと思うよ。ただ集めたらそれができたっていうことじゃないかな。一枚に絞るっていうのがさ、無理なこと言うなよ。全部好きだっていうふうにしか私は答えない人だから、どれがいいかったらさ、全部に決まってるじゃんってしか思わないけど、だってさこういうのってさ、普通さこういう場面に行かないと撮れないじゃん。で普通のカーニバルか何かでは入れるけど、もっと突っ込んだものっていうのはさ、その地域の人と仲良くなってるなんたらかんたらしてる場面がいいわけさね。そういうのってなかなかないから、それは私が撮れたわけだから、こうして子供たちのさ顔に墨塗ってから遊んであげてるわけよ。遊んでるわけね。
喜ばしてると思ってるわけだよ。でこれはもうそろそろこの人帰る前かな、帰る前だったのかな、この島の人とさ、このブラックの人とこの兵隊は仲がいいわけ。中にはね、すごく、要するに反米主義の人もいるから、反米の人もいるけれども、こんな風にして島の人間同士がさ、人間がそのブラックの人がその兵隊と仲がいいのもいるわけで、この場合は多分この人はもう帰ろうとしてるのか何かわからんけれどもさ、何かでどうもいろいろお世話になりました、ありがとうございましたっていう賞状をあげようとしてあげてるところなんだよな。でそういう仲のいいところもあるわけ、仲の悪いところもあるわけ。複雑だからね、何も仲のいいのだけ、仲の悪いのだけってんじゃないから、いろいろな人たちがいるし、前から約束してるなんていうの夫婦がいるわけで、なかなか取りに行けなくってさ、やっと目処がついたから一区切りしたら取りに行くけどね、もうずっと前はさ恋人同士だったけど、今はさ夫婦になってるのがいるわけ。それがさ、写真撮らせてねったら入ってったけれど、なかなか行ってないんだよ。与那国に行かないといけないけど、もう待ってもらってるわけ。ずっと待ってもらってるわけよ。だから今はなかなかさ体がうまくいかないけれど、せめてさ一人で歩けるようになってからしかいけないからね、早く歩けるようになって写真撮りに行かないといけないわけ。そのためにさ、早く今いるリハビリ施設をさ抜け出さないとさいけないからよ。頑張らないと、頑張らなくちゃなんとかって聞いたことある？楽して撮れる写真なんてないよ。人はさ、人ほどね、私の信念なんだけど、人ほど素晴らしくてさ、人ほど恐ろしいものはないっていつも思ってるからさ、だから人間の写真を撮るのは面白いんだけれどよ、チャレンジするのは面白いじゃん。私の言う外とあんたたちの言う外は違うから、外ってあっちよっていうふうには言えないんじゃない？あんたにとっての外はどこか、どこね？あんたにとっての中はじゃあどこか、どこね？